皆さん、毎日同じような作業の繰り返しに気づいたら半日解けていた、そんな経験ありませんか？メールが来るたびに内容を読んで、返信を考えて、カレンダーを確認して、情報をどこかに記録して、習字の報告書を作って、タスクを振っていく、ステータスを更新して、一つ一つは大した作業じゃないんですが、これが毎日毎週積み重なると、本来やるべき仕事、戦略を考えたり、クリエイティブを作ったり、そんな時間がどんどん削られていくんですよね。でももし、こうした繰り返しの業務を一度教えるだけで、あとは勝手にやり続けてくれる AI のチームメイトがいたらどうでしょう。こんにちは、ヒロです。このチャンネルでは Web デザインやサイト制作、AI に関するチュートリアルを発信しています。今回紹介するのは Notion の新規のカスタムエージェントです。普通ならメールを読んで返信を考えてスケジュールを組んで、これ全部自分でやりますよね。でも今僕は一切それをやっていません。全部 Notion の中にある AI が勝手にやってくれてるんです。今回紹介するカスタムエージェントのリンクは概要欄に記載しているので忘れずにチェックしてください。それでは早速見ていきましょう。まずここが一番大事なポイントなんですが、世の中のほとんどの AI って基本的に受け身の状態が多いんですよね。一般的な LLM もそうだし、Notion の右下にあるいつもの AI チャットもそうです。でも今回紹介するカスタムエージェントは違います。スケジュールやトリガー、つまりきっかけを設定しておくと自分から動き出すんです。一度こういう仕事をしてねって設定しておけば、メールが来た瞬間とか、毎週月曜の朝とか、データベースのステータスが変わった瞬間とか、決めたタイミングで勝手に働いてくれるんです。まさに24時間働いてくれる AI のチームメイトです。このあたりがいつもの AI チャットとの決定的な違いです。では具体的な画面を見ていきましょう。エージェントの作り方はめちゃくちゃ簡単です。サイドバーのエージェントから新しいエージェントボタンを押して、やってほしいことを普通の日本語で書くだけです。コードも設定画面もありません。メールを読んで内容を参照しながら返信の下書きを作って管理表に記録してみたいにスタッフに頼むように伝えるだけです。はい、見てください。こう伝えるだけで Notion 側がじゃあこういう手順でこういう権限が必要ですねってエージェントの中身を自動で組み立ててくれます。設定に必要な情報があれば AI の方からこれ教えてと尋ねてくれます。今回作った1体目がこのメール対応エージェントです。例えばこういう仕事のお問い合わせメールが届いたとします。内容を読んで手持ちの情報を確認して返信を考えてって毎回やるのめんどくさいですよね。でもこの設定をしておけばメールが届くとエージェントが勝手に起動します。メールの内容を読んで僕が Notion に登録しておいた資料を参照して返信の下書きを作ってくれる。僕は何もしていません。メールが届いただけでもう返信の下書きができています。しかも同時にこの内容を管理用のデータベースにも自動で記録してくれます。会社名、お問い合わせの種類、ステータス、英語のメールは日本語訳。本当自分の手で打ち込む作業がほとんどなくなります。ここで少しお時間をいただいて少しでも参考になったら高評価とチャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。動画制作の励みになります。さてここで一つ疑問が出てきますよね。メールが来て全部に反応されたらメルマガとか通知にもいちいち反応してむしろ面倒になるんじゃないか。はい、全然大丈夫です。ここがエージェントの賢いところでトリガーの設定や指示文で件名や本文に特定のキーワードが入っている仕事のお問い合わせだけに対応してねと伝えておけるんです。例えば僕の場合だと PR 案件コラボレーションなどの内容をトリガーとして PR 案件に対する返答をする設定にしています。どうでもいいメールはスルーして本当に必要なものだけを拾ってくれる。これはマジで実用的です。そして次です。例えば案件対応が進んでステータスが次のフェーズに変わったとします。この時案件管理のデータベースのステータスを僕の方で契約に変更します。すると2体目のエージェントスケジューラーが動き出します。プロジェクトが決まった際にいつ作業しよういつ対応しようって時間を確保するのって地味に面倒ですよね。気づいたら複数のプロジェクトで時間がないなんてこともあります。はい、これも問題ありません。あらかじめこの種類の仕事はだいたい何時間かかるという目安を登録しておくだけで、あとはエージェントが締め切りから逆算してカレンダーの空いている時間に作業ブロックを自動で割り振ってくれるんです。1から2時間ずつ複数日に分散してすでに入っている予定は避けて空いているところだけみたいに一度設定しておけばあとはずっと自動です。ステータスを変えた瞬間にいつやるかまで決まっている。これは本当に素晴らしいです。ここで注目してほしいのがこの2体が同じデータベースを共有しながら連携しているという点です。1体目が記録したデータを2体目が読んで動く。バラバラじゃなくてちゃんとチームとして噛み合ってるんです。ここまでメールが来たらステータスが変わったらという流れでエージェントを見てきました。もう一つ紹介したいのが決まった日時に定期的に動かす使い方です。僕の場合メール対応のデータもスケジュールのデータも全部同じ Notion のデータベースに溜まっているんですが、じゃあそのデータ誰がチェックしてまとめるのって話になりますよね。これもエージェントに任せてます。毎週月曜の朝9時にデータベースを全部読んで今週やるべきことをまとめてくれる。
派手な機能じゃないんですが、これが一番ありがたいんです。何が入っているかというと、本当に必要なものだけに絞ってあります。締め切りが近いもの、1週間以上動いていない、放置されているもの、下書きはできているけどまだ送っていないもの、7日以上動いてないやつは放置扱いにして、締め切り3日前になったら上に出して、こういうルールを最初に一度決めておくだけです。あとは毎週勝手にそのルールで仕分けてまとめてくれます。しかもこれを毎週自分でやろうとしたら、管理シートを開いて日付を確認してステータスを見てって地味に時間かかるんですよね。それを勝手にやっといてくれる。これが本当に助かっている部分です。Notion のカスタムエージェントを使う最大のメリットは、誰もやりたくないけど誰かがやらないといけない繰り返しの作業を丸ごと肩代わりしてくれる点にあります。勝手に動く AI ってなんか怖くないって思うかもしれませんが、そこも安心してください。誰が何をできるかは権限で細かく制御ができるし、いつ何をしたかは実行ログで全部終えます。指示の変更履歴も残るし、元に戻すこともできる。自分たちのデータが AI の学習に使われることもありません。気になった方は概要欄のリンクからカスタムエージェントを試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。